ちは。コミュニティコズミックのみずです。今日のテーマは、運がいい人の共通点です。この動画を最後まで見ていただくと、運がいい人の本質がわかり、さらに誰にでもできる簡単に運を良くする方法を一つ持ち帰っていただけます。ぜひ最後までご視聴ください。今日のこのテーマについて考えたとき、私はある大好きな友達のことを思い出していました。私が運がいい人とはと考えるきっかけにもなった存在です。彼女は私がロンドンへ留学していた頃、一緒のフラット、つまりシェアハウスのようなところで、ルームシェア、フラットシェア、フラットメイトって言うんですけれども、そこで一緒に暮らしていた友達です。彼女はアフリカ大陸のセネガルから来た女性でした。ある日、私たち二人で同じアルバイトの面接を受けに行きました。でもその面接がちょっと変わっていて、面接官が並んでいるわけではなく、広い会場の中で自分たちから面接官を探し出して話しかけて自分を売り込むというスタイルだったんです。実は彼女は新しい人に話しかけるのが少し苦手なタイプでした。しかもその頃は英語力も私の方がほんの少しだけ上のクラスにいました。つまりその面だけを見れば彼女の方が少し不利な条件だったんです。では結果はどうなったと思いますか？受かったのは彼女でした。でも私は悔しいとかずるいとかそういう気持ちは全くなくて、ただ納得感しかなかったんです。どうして私はそう思ったんでしょう。そして彼女が採用された理由って何だったんでしょうか。私と一緒に彼女がどんな人だったのかを振り返っていくことでその理由が見えてくると思います。じゃあ行ってみましょう。共通点1、小さな幸せを見つけて感謝する。彼女と暮らし始めて何ヶ月か経った頃のことです。その頃はクリスマスシーズンで、私たちの住んでいる町にもイルミネーションの飾りなんかが飾られて彩られていました。彼女と一緒にそれを見て回っていたんですけれども、彼女は街の明かりを見て、こういう景色初めてではないだろうに、すごい目をね、輝かせてね、私をこうやって一回歩いてる私たちをね、一回こうやって止めて、見てって、見てって、普通の何かあるわけじゃなくって、このイルミネーションに照らされた、この街の景色を道の真ん中で止まってみてって言って、ゆっくり味わってみるって感じのことをしていて、すごいうっとりした表情でした。それで、彼女クリスチャンだったんですけども、首にね、この綺麗な金の十字架のイエス様のネックレスをしていて、それをこうやってそっと手に取って、こうやってちょっとキスする感じで、で、小さく、Thank God、神よありがとうみたいな感じでね、言っていたんです。で、私は、そんなに感動するんだって。そういう仕草をね、あんまりする人をね、見たことなかったので、ちょっと驚いたのを覚えています。そして翌年の冬、雪が降りました。彼女の国では雪が降らないみたいで、雪を見るのは初めてって言うんですね。私にとっては見慣れた雪でも、彼女にとっては大興奮の対象。子供みたいに外へ飛び出して雪を丸めて、私に投げてきたんです。雪合戦がしたかったんですね。私は、いや、もう大人だし、寒いし、いいかなと思ったんですけど、あまりにも彼女が無邪気に楽しそうに雪を投げてくるので、少しだけ付き合いました。そんな姿を見ていると、こちらまで楽しい気持ちになってくるんですよね。
でも一緒に暮らしていると、そんな彼女を見る場面は一度や二度ではありませんでした。洋服が大好きな子だったんですが、学校帰りにショッピングへ行って、素敵な服を見つけて、すごく目をまたキラキラさせて、これ大好きって言ってね。でも私たちは貧乏学生で、お財布に買えるお金残ってたかなって二人でこうそーっと覗くんですよ。で、そうすると、いくらか残っていて、買えるって時にはもう彼女はまたこう取り出してね、ネックレスを取り出して、サンクゴッドって、ありがとうって、神様ありがとうって言うんですよ。で、また別の日も彼女の気に入った服のサイズが合わなくって、店員さんに他のサイズありますかって聞いたら、その店員さんが快く探して持ってきてくれたんですね。で、その時には、またこの店員さんの、親切さ、優しさに、なんていい店員さんなのって。私すごいついてるって。本当に嬉しそうに、自分はラッキーだって言っていました。この後、だんだん私も分かってくるんですが、実はイギリスや他の欧米諸国では、店員さんがめんどくさがって確認もしないなんてことも珍しくはないんですね。だからこそ彼女はその親切さが本当に嬉しかったんでしょうね。それからもそういうふうに誰かが親切にしてくれたとき、美味しいご飯を食べたときも、綺麗な景色を見たときや、そういう嬉しいことを一つ一つ見つけるたびに、本当にいいリアクションを彼女はしていました。で、私はその姿を見るのが本当に大好きでした。見ているこっちまで幸せな気持ちになるからです。そうやって彼女は小さな幸せを見つけるたびに、恵まれてるな、幸せだな、私ってついてるなってよくつぶやいていました。その気持ちがすごい伝わってきました。彼女を見ているときに幸せだなって感じることが、また次の幸せに目を向けることにつながっているんじゃないかなって思ったんですね。まるで小さな幸せを見つけて、喜んで感謝してっていうこと自体が、その気持ちがまた次の幸せにつながっていくっていう流れ。幸せの連鎖ができているように見えたんです。そして今思うと、これは心理学でも説明できるなと気づいたんですが、心理学には確証バイアスというものがあります。これは自分が信じていることを裏付ける情報に自然と目が向くという人の心の性質です。例えば、私は運が悪いと思っている人は電車に乗り遅れた、雨が降った、仕事で失敗した、そんな出来事ばかりが記憶に残ります。すると、ほら、やっぱり私は運が悪いとなるんです。一方で、私は幸せ、私ってついてる。そう感じている人は自然と幸せの方へ目が向くようになります。つまり私たちは現実を見ているようで、そのままの現実ではなく、自分が信じている方の現実を見ている部分があるんです。だから、私は思うんです。幸せだな。私ってついてるな。そんな風に日々感じている人は、私は運がいいなって思う人なんだろうなって。そう。運がいい人の一つ目の共通点は、小さな幸せを見つけるのが上手で、それに感謝しているってこと。彼女を見ていて感じたのでした。共通点に、前向きな発想の転換ができる。他にも彼女には驚かされるところがありました。ある日、学校に向かうバスが20分以上来なかったんですね。ロンドンのバスって遅れるのは日常茶飯事なんです。でも、通勤通学の時間帯は、そんなに
頻繁に遅れることはないんですね。私が住んでいた時はね。20分以上来ないのは、結構珍しい方で、その日、私はすっごく焦っちゃって、なぜかというと、私の先生は10分遅れたら教室に入れないっていう厳しい人だったんですね。だからもう私はドキドキです。どうしよう、電車に乗り換えていこうかと焦る私に、彼女は、It's okay, 落ち着いて大丈夫だから、となだめようとします。あまりにも慌てる様子がなかったので、私は、先生そんなに厳しくないって聞いてみました。すると彼女は、厳しいよ。でも、なんとかなるよ。ってあっけらかんとしてるんですね。もしダメでも、その時は仕方ない。そういう日もあるよ。って言うんです。で、続けて、でもきっと先生が分かってくれるよ。大丈夫って。本当にリラックスしてました。私みたいに焦ることもドキドキすることもなくて。私は楽観的だなって感心しました。おかげで私も、そうだな。まあいっか。今まで遅刻したことないし、と心が軽くなったんですね。結局その日は無事に間に合ったんですけども、今思うと彼女は嫌な出来事そのものではなく、その先のきっと大丈夫の方を見ていたんですよね。ポジティブですね。ポジティブな捉え方といえば、発明王トーマス・エジソンです。エジソンは、私は失敗したことはない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を発見しただけだと言いました。他の人なら失敗と捉えるだろうことを、失敗ではなく新しい発見だったという意味を与えたんです。もちろん私たちがエジソンのように考えるのは簡単ではありません。だから無理にポジティブになろうとする必要はないと思います。でも、この経験から何か一つ学べたかな？次は違うやり方を試してみようくらいの発想の転換ができるだけでも、心は随分軽くなります。出来事そのものは変えられません。でも、その出来事にどんな意味を与えるかは自分で選ぶことができます。だから私が思う運がいい人の二つ目の共通点は、出来事を前向きに受け止め、発想を転換できることなのではないでしょうか。共通点3、嫌な感情を引きずらない。でも彼女の凄さはまだありました。一度彼女は他のフラットメイトとテレビのチャンネル争いをしたことがあったんです。その後すぐ私に怒りながら報告してきたので、私はこれはちょっと引きずるかなって思っていたんです。ところが話し終わると、まっすぐ彼女は自分のベッドに行き、寝っ転がったと思ったら、ファッション誌を広げて、これ見て、すごい素敵ってキャッキャキャッキャ楽しそうに私に見せてくるんです。さっきまで怒っていた人とは思えないぐらい、にこやかな表情でした。私は本当に驚きました。さっきの怒りはどこへ行ったのって。運がいい人には嫌なことが起きないなんてことはありません。もちろん怒ることもあるし、悲しくて泣くことだってあります。でも、その出来事から生まれた嫌な感情をいつまでも引きずらないんです。一方で私たちは嫌な出来事があると、そのことを何度も思い返してしまうことがありませんか？あの人あんな言い方しなくたっていいじゃない。やっぱり腹立つな。そんな風に思い返すたび、その時の嫌な気持ちまでもう一度味わってしまうんですよね。その出来事は過去のことで、相手だってもう忘れているかもしれないのに、
自分だけが今も何度も傷ついてしまう。それって少しもったいないことなのかもしれません。だから私が思う運がいい人の3つ目の共通点は、嫌な感情をいつまでも引きずらないこと。私の友達はなぜあんなに早く切り替えられるのでしょう。その答えが次の4つ目です。共通点4、自分で自分の機嫌を取れる。ある日私たちは住んでいたフラットのオーナーと家賃を払ったとか払わないとかで口論になったんです。中でもセネガルの彼女はとっても怒っていて、オーナーと激しい言い合いになったんです。騒ぎの後、オーナーが去っても私や他のフラットメイトは気分悪いなーって、もうそれぞれの部屋に戻って一日これから嫌な気持ちで過ごすのかって感じだったんですが、オーナーが去ってわずか5分後、キッチンから鼻歌が聞こえてきたんです。あれと思って見に行くと、一番バトってた、そのセネガルの彼女が、ルンルンでキッチンを掃除していました。でもね、順番で言えば、キッチンの掃除は私の番だったんです。だから、私がやるよって彼女に言ったんです。そしたら、いいのを気にしないで。私、キッチン掃除が好きなのって、もう鼻歌にちょっと小躍りしながら掃除を続けていました。そのうち音楽もかけ始めて、本当に思いっきり踊りながらね、踊って、掃除してましたよ。それを見て私すごいいいな、このノリって笑っちゃいました。彼女のそういうところが大好きでした。何よりも、この切り返しの速さ。これが本当に大好きですごく感心して見習おうって思いました。彼女は嫌なことを考え続けるより、自分の好きなことをすぐして、もう嫌なことはあっちへポイってしちゃうんですね。自分が心地いいこと、自分が好きなこと、そういうことに意識を向け直すのがすごく得意だったんです。もうね、自然にそういうことをやっていたんだと思います。他の人なら、例えば音楽を聴く、散歩をする、ゆっくりお風呂に入る、コーヒーで一息ついたり、甘いものを食べたり、人それぞれ自分が少し元気になれることってありますよね。大切なのはそういう自分をご機嫌にできる方法をいくつか知っておくことなんじゃないかなって思います。誰かが機嫌をとってくれるのを待つのではなくて、自分で少しずつ心を立て直していく。だから嫌な感情も長く抱え込まずに済むんですよね。軽やかですよね。なので私が思う運がいい人の4つ目の共通点は、自分で自分の機嫌を取れること。彼女と一緒にいると、こっちまで心が軽くなるって何度も思わされました。人の気分って周りの人にも伝わっちゃうんですよね。彼女は嫌なことがあってもそれに振り回されずに自分が楽しいことをしてすぐに気持ちを切り替える。だからいつもご機嫌。幸せだな、私ってついてるなって思ってる時間の方が長かったように見えました。こういう人と一緒にいたいって思わせる魅力に溢れてますよね。私は運がいいと自分で思っている人って、人としても魅力的な人なんじゃないかなって思います。彼女が選ばれた理由。ここまでで運がいい人の共通点を4つお話ししてきました。ここでちょっと気づいたことはありませんか？最初に私はどうして彼女が採用されたのか、なんで私には納得感しかなかったのか、というお話をしました。もうその理由は見えてきましたよね。彼女はこういう人と一緒にいたいって思わせる魅力に溢れていたからだと思います。一緒に働くならいつもご機嫌でいる人がいいですよね。
それに切り替えも早いから、例えば上司から怒られても、お客様からクレームがあったとしても、周りに当たり散らすこともありませんし、気まずい雰囲気を持ち込んだりもしません。周りも過ごしやすいですよね。一緒に働くなら、やっぱり私も彼女みたいな人がいいです。そこまでの人間性が面接官たちにすぐに伝わったっていうわけではないと思います。でも、彼女がまとっているハッピーな空気感というのは不思議と伝わるものだと思いませんか？心理学的に考えても、人は一緒にいて心地いい人に惹かれますし、スピリチュアル的な考えでは、ポジティブな波動はポジティブなものを引き寄せるとも言われています。だから私は彼女が採用されたことに納得しかなかったんですね。運がいい人の正体。でもここで一つ思うことがあります。彼女は周りから運がいいねと言われていたっていうわけではありません。でも彼女自身がいつも楽しいな、幸せだな、ついてるなと、総じて運がいいなって思っている人なんですね。ここまで聞いてくださった皆さんなら、もうお気づきかもしれません。運がいいって結局誰が決めるんでしょう。他の誰でもありません。自分なんですよね。自分が私は運がいいと思えば、その人にとっては運がいい人生になります。逆に私は運が悪いと思えば、どれだけ幸せな出来事があっても、それに気づきにくくなってしまいます。共通点1でお話しした確証バイアスで説明ができますよね。今日お話しした4つの共通点も全部そこにつながっているように思うんです。小さな幸せを見つけて感謝することも、出来事を前向きに受け止めることも、嫌な感情を引きずらないことも、自分で自分の機嫌を取ることも、その根っこには楽しいな、幸せだな、ついてるな、そんな風に日々を感じながら過ごす習慣があるってことだと思います。だから私は運がいい人とは特別いいことばかりが起こる人ではなくて、自分で私は運がいいと思える人なんじゃないかなって、そんな風に思っています。簡単に運を良くする方法。それではここで皆さんに簡単で手っ取り早く運を良くする方法をシェアさせてください。それはズバリ、私は運がいいと決めることです。今日お話ししたように、私たちの脳には確証バイアスという働きがあります。自分が信じていることを裏付ける情報を自然と集め始めるんです。だから私は運がいいと決めるだけでも小さな幸せに気づきやすくなります。すると楽しいな、幸せだな、ついてるな、そんな風に思う時間が少しずつ増えていきます。運がいい人になるために。つまり運がいい人というのは最初から特別な人だったというわけではなくて、私は運がいい、そう思える生き方を少しずつ積み重ねてきた人なのかもしれません。今日お話しした4つの共通点。小さな幸せを見つけて感謝すること。前向きに発想を転換できること。嫌な感情を引きずらないこと。自分で自分の機嫌を取れること。この4つは特別な才能ではなく、今日から少しずつ意識できることばかりです。一つでもこれならやってみようかなと思うのがあったら、ぜひ今日から試してみてください。もしかしたら数ヶ月後には、最近私って運がいいかもなんて思う時間が今より増えているかもしれませんよ。今日の動画が少しでも参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。